残されたのは、妻の遺体と沈黙だけだった。警察が保険会社に照会したのは、翌日のことだった。2026年6月、アメリカ、ニューヨーク州ブルックリンの、ある小さなイタリア料理店、その厨房に、一人の料理人がいた。白いコック帽をかぶり、黙々とパスタを茹でる。その男、周囲の誰も知らなかった。この男が28年間逃げ続けた殺人犯だということを、捜査員たちが店に踏み込んだのは、昼の営業が終わった直後だった。男は振り返った。目があった。一瞬の静寂、そして手錠がかけられた。1994年、イタリア南部シチリア島、パレルモ、その薄暗い貧民街で、一人の女性が命を落とした。夫の手によって、被害者の名は、ロザリア・コンティ。夫は地元で名の知れた、建設業者だった。彼女の死後、夫は多額の生命保険金を受け取った。その翌日、姿を消した。まるで煙のように、警察が動いた時には、すでに遅かった。手がかりは断片的で、目撃証言も食い違っていた。事件は迷宮入りし、年月だけが静かに積み重なっていった。1年、5年、10年、やがて20年を超えた。ところが2026年、1枚の古い写真が全てを変えた。イタリア当局に届いた匿名の通報。その写真には、ブルックリンの路上に立つ初老の男が写っていた。かつての建設業者とは別人のように見えた。しかし、目元の形が一致した国際刑事警察機構が動き出した。調査が進む中で、驚くべき実態が浮かび上がった。この男の逃亡は偶然ではなかった。3つの国を経由した精巧な逃亡ネットワークが背後に存在していた。偽造パスポート、複数の偽名、そして組織的な資金移動。それは個人の力では到底なし得ない規模だった。28年間、男は料理人として生きた。誰にも疑われず、静かに、深く、社会に溶け込んでいた。しかしその仮面の裏には、一人の女性の死があった。ロザリア・コンティ。1994年、彼女はどんな日々を送っていたのか、どんな朝を迎え、どんな夜を過ごしていたのか。事件の全貌を理解するためには、まず彼女自身の人生を知らなければならない。ロザリア・コンティ。1994年当時、彼女は32歳だった。パレルモの南、旧市街の外れに位置する古い石造りの集合住宅、その3階に彼女の生活の場があった。朝は早かった。夜明け前に起き、台所に立ち、コーヒーを入れる。濃く、苦く、香りの立つエスプレッソ。それが彼女の一日の始まりだった。窓の外には洗濯物が揺れる路地があった。子供たちの声が石畳の隙間から響いてくる。古びたアパートの壁には亀裂が走っていた。それでも光が差し込む朝の台所は彼女にとって唯一安らげる時間だった。夫の名はマルコ・フェラーリ。地元では知られた建設業者だった。派手な車に乗り、地域の有力者と食事をし、表向きは成功した男を演じていた。しかしその内側には冷たい計算があった。ロザリアは夫の変化に気づいていた。目がどこか遠くを見ている。会話が噛み合わなくなっていた。それでも彼女は声を上げなかった。シチリアの女として耐えることを幼い頃から学んでいたから。近所の人々はロザリアを静かな人と記憶している。市場で野菜を選ぶ姿、教会の石段で老婦人と話す姿、笑顔は控えめで、しかし目には確かなぬくもりがあった。彼女には一人の弟がいた。名をジュゼッペと言い、当時24歳、姉の幸せを心から願っていた青年だった。後に彼は捜査官にこう語る。姉は何かを恐れていた。でも
誰にも言えなかったのだと思う。1994年初夏、パレルモに蒸し暑い季節が訪れていた。空気は重く、路地には影が深く落ちた。その年の春から、マルコは生命保険の契約を静かに、着々と増額し続けていた。ロザリアの名前が受取人欄に書かれていた。いや、正確には違う。受け取るのは夫の側だった。彼女は知らなかった。自分の命に価格がつけられていたことを。事件が起きたのは1994年9月のある朝のことだった。1994年9月、早朝のことだった。パレルモの旧市街に秋の気配が漂い始めていた。しかし、その日の空気は重かった。いつもと何かが違った。隣人のコンチェッタ・モレッロが異変に気づいたのは午前7時過ぎだった。彼女は毎朝、決まった時間に洗濯物を干す。その日も、いつものように窓を開けた。向かいのアパートの一室、カーテンが風に揺れていた。窓が開け放たれたままだった。それだけだった。ただ、それだけのことが、なぜか、胸に刺さった。コンチェッタは、しばらく立ち尽くした。ロザリアは几帳面な女性だった。早朝に窓を開けっぱなしにするような人ではなかった。嫌な予感が、足元から這い上がってきた。彼女は、階段を駆け下りた。通りを横切り、隣の建物に入った。3階、ドアの前に立った。ノックした。返事はなかった。もう一度、叩いた。静寂だけが、返ってきた。ドアは、鍵がかかっていなかった。軽く押すと、そのまま、開いた。廊下は薄暗かった。朝の光が、細く差し込んでいた。コンチェッタは、一歩、踏み込んだ。そして、見た。床に倒れる。一人の女性を、ロザリアだった。動いていなかった。息をしていなかった。悲鳴が、路地に響いた。駆けつけた警察が確認したのは、首を絞められた後だった。争った形跡は、ほとんどなかった。テーブルの上には、飲みかけのコーヒーカップが残っていた。朝食の準備をしていた。その最中だったのかもしれなかった。夫のマルコ・フォルテの姿は、どこにもなかった。近所の人間は、前夜に口論を聞いたと証言した。しかし、夜明けには、彼の車は消えていた。荷物も、なかった。財布も、パスポートも、なかった。残されたのは、妻の遺体と、沈黙だけだった。警察が保険会社に照会したのは、翌日のことだった。判明した内容に、捜査員は言葉を失った。ロザリアの命には、当時の金額で3億リラを超える保険がかけられていた。しかも、契約が増額されたのは、事件のわずか4ヶ月前のことだった。計画は、最初からあった。疑いは、夫に向いた。しかし、当の夫は、すでにパレルモにいなかった。捜査の幕が上がると同時に、男は、影の中に消えていた。ここから、28年にわたる逃亡が、静かに始まる。捜査は、静かに、しかし確実に動き始めた。パレルモ警察の刑事たちが、最初に向かったのは、ロザリアが息を引き取ったあの部屋だった。床には、まだ血の跡が残っていた。窓は閉まっていた。争った形跡は、ほとんどなかった。それが、最初の違和感だった。激しい抵抗の跡がない。叫び声を聞いた隣人もいない。まるで、すべてが、静かに、計算されたように、終わっていた。担当刑事のアントニオ・フェッラーラは、30年のキャリアを持つ、ベテランだった。彼は現場を一周した後、一言だけつぶやいた。これは、事故ではない。証拠の収集が、始まった。保険会社の記録が押収された。近隣住民への聞き込みが行われた。そして、夫の行動履歴の洗い出しが、急ピッチで進められた。浮かび上がってきた名前は、一つだった。マルコ・ビターレ・ロザリアの夫。地元では、腕のいい建設業者として知られていた男だ。
周囲の評判は悪くなかった。仕事熱心で、口数が少なく、礼儀正しい、そんな人物像が、聞き込みのたびに繰り返された。だが、数字は別のことを語っていた。保険の増額は、事件の4ヶ月前、その直前に、マルコは新しい保険代理人と契約を結んでいた。旧来の契約を、わざわざ、より高額のものに切り替えていたのだ。理由は、記録に残っていなかった。捜査員たちは、マルコを任意で呼び出そうとした。連絡を取った。自宅を訪ねた。職場にも足を運んだ。いなかった。どこにも、いなかった。隣人の証言によれば、事件の翌朝、大きなバッグを持った男が、夜明け前にアパートを出るのを見たという。足早に、振り返ることもなく、路地の奥へ消えていったと。それが、マルコ・ビターレの最後の目撃情報だった。捜査本部は、正式に、マルコを第一容疑者として指定した。国際手配も視野に入れ、近隣国への紹介が始まった。しかし、男の足取りは、最初から、巧妙に、隠されていた。パレルモを出た後、マルコがどこへ向かったのか、それを知る者は、捜査員の中に、誰もいなかった。手がかりは、あった。ただし、それに気づくまでに、長い時間がかかることを、誰もまだ知らなかった。捜査員たちが次に注目したのは、マルコの周辺人物だった。特に、事件前夜、彼と共に過ごしたとされる人物の、アリバイだった。捜査員たちが注目したのは、アリバイだった。事件前夜、マルコと共に過ごしたとされる人物。その証言が、捜査の行方を左右することになった。最初に接触したのは、建設会社の同僚だった。男は淡々と答えた。その夜、私はマルコと食事をした。午後10時まで一緒にいた。証言は明確だった。しかし、妙に、整いすぎていた。時間、場所、細部、すべてが一致した。まるで、あらかじめ用意されていたかのように、捜査員の一人が、後に語っている。あれほど完璧なアリバイは、逆に疑わしかった。人間の記憶は、本来、もっと曖昧なものだ。さらに、もう一人の証人がいた。近隣に住む老女だった。彼女は、事件当日の朝、マルコの車が自宅前にとままっているのを見たと証言した。しかし、その時刻は、アリバイが成立する時間と、わずかにずれていた。1時間、たった1時間の、ずれだった。捜査員はその差を追った。しかし、当時の捜査記録には、このずれに関する調査記録が、存在しなかった。見落としだったのか、あるいは、意図的に無視されたのか、その答えは、今もって、明らかになっていない。2026年6月、ブルックリンでの逮捕後、イタリア当局は改めて当時の証言を精査した。老女はすでに他界していた。同僚の男は、行方が知れなかった。証拠は、時間の中に、静かにうずもれていた。残されたのは、一枚の書類だった。当時の担当警官が、自ら手書きで記した捜査メモだった。そこには短くこう記されていた。アリバイ、確認済み、以上。それが、公式の結論だった。28年間、その一言が、すべてを封じてきた。男は逃げ続けた。世界を渡り、名を変え、顔を変え、生きてきた。捜査は終わったと、誰もが思っていた。しかし、記録の中に、小さな矛盾が、眠っていた。その矛盾が、やがて、すべてを、覆すことになる。捜査ファイルの、奥深くに、誰も、開こうとしなかった。28年間、その矛盾は、埃の下に、静かに息をしていた。1994年の夏、パレルモの捜査官たちは、アリバイを確認したと記録した。しかし、その確認を行った人物が、誰だったのか、記録には、名前がなかった。署名のない証言。それが、
公式の証拠として扱われていた。証人は一人だった。その証人の名前はジュゼッテ・マンナーレ。被疑者の幼少期からの友人だった。友人が友人のアリバイを証明する。それだけでは十分ではない。誰もがそう気づくはずだった。ところが、当時の担当官はそれを疑わなかった。いや、正確には疑えなかった。マンナーレカは地域の有力者と深いつながりを持っていた。パレルモの裏通りを長年支配してきたあの組織とのつながりを、捜査の手が止まった理由がそこにあった。圧力は形を持たない。命令書も脅迫状も存在しない。ただ視線があった。沈黙があった。そして誰かが静かに筆を置いた。2026年6月、ブルックリンでの逮捕から数日後、イタリアの捜査当局は封印されていたファイルを再び開いた。そこで発見されたのは1枚の写真だった。日付は1994年8月14日。事件当日の夜、男がアリバイの現場として主張したあの場所で撮影されたものだった。しかし、写真の中に男の姿はなかった。確かに友人のマンナーレは写っていた。他の数人も写っていた。肝心の男だけがどこにもいなかった。写真はずっとそこにあった。誰かが見ていた。そして誰かが黙っていた。目撃者は語らなかった。語れなかったのか、語らなかったのか、その違いは小さいようで天と地ほどの差がある。沈黙の背後にもう一人の影があった。捜査官たちが次に向かったのはマンナーレが住んでいたあの路地だった。しかし、そこにいたのは彼ではなかった。全く別のもう一人の人物が待っていた。2番目の容疑者が姿を現す。路地の奥に人影があった。捜査官たちは足を止めた。マンナーレが姿を消したあの薄暗い路地。そこに佇んでいたのは全く別の人物だった。男の名はロッコ・エスポジト。40代半ば、がっしりした体格に日焼けした肌。パレルモの下町で小さな建材業を営んでいた男だった。捜査官たちは彼に目をつけていなかった。少なくとも最初はエスポジトとマンナーレは旧知の仲だった。ただの知人ではない。事業上のつながりがあった。マンナーレが手掛けていた建設プロジェクトにエスポジトの会社が資材を納入していた。つまり金の流れが二人を結んでいた。しかしそれだけではなかった。被害者の女性ルチア・マンナーレ、彼女とエスポジトの間にも接点があった。捜査記録を遡ると、事件の3ヶ月前、ルチアがある弁護士事務所を訪れていたことが判明した。相談内容は離婚だった。そしてその相談に同席していた人物がエスポジトだったのだ。偶然と呼ぶにはあまりにも近すぎる距離だった。捜査官が問いかけた。あの夜、どこにいたか。エスポジトは淡々と答えた。店にいた。客がいた。証人もいる。と落ち着き払った声だった。動揺の色はみじんもなかった。むしろその冷静さが捜査官たちの疑念を深めた。人は本当に何も知らないとき、わずかに慌てる。知っているから落ち着いていられる。そういう論理が経験則として捜査官たちの中にあった。アリバイは確認された。しかし、アリバイがあることと無実であることは必ずしも一致しない。エスポジトの周辺を静かに洗い始めた。すると、奇妙な事実が浮かび上がった。マンナーレが姿を消した翌日、エスポジトの口座に見慣れない送金記録があった。金額は端数のない綺麗な数字だった。誰かに何かを払ったのか、それとも受け取ったのか。捜査は深みへと進んでいった。
二人の男をつなぐ糸は、金だけではなかった。その糸の先には、もっと大きな網が、静かに広がっていた。クライマックスが、近づいていた。二人の男をつなぐ金の流れ。それは、単純な送金ではなかった。調査員たちは、記録を掘り起こしていった。エスポジトの口座に入った金額は、波数のない、整然とした数字だった。偶然では、ありえない。誰かが、意図して、動かした金だった。捜査チームは、その送金元を追った。資金は3つの口座を経由していた。マルタ、スイス、そしてニュージャージー、国境を軽やかに越えていた。これは、一人の人間が、一人で設計できる構造ではない。組織が、関わっていた。マンナーレは、逃げたのではなかった。逃がされていた。誰かが、彼のために、道を作っていた。偽の書類、複数のパスポート、各国での住居手配、28年間、彼が生き延びられた理由が、そこにあった。捜査員の一人が、静かに言った。これは、殺人事件じゃない。これは、プロジェクトだ。ブルックリンで確保されたマンナーレは、当初、沈黙を貫いた。弁護士を要求し、一言も発しなかった。しかし、調査員たちは焦らなかった。物証が、語り始めていたからだ。彼の自宅アパートから、一冊のノートが見つかった。暗号のような数字の羅列。だが、その中に、一つだけ、解読できた記述があった。1994年10月の日付と、一つの名前。それは、エスポジトではなかった。調査員たちが知らなかった。別の名前だった。網は、さらに広がった。その名前は、パレルモの建設業界に、深く根を張っていた人物のものだった。表向きは慈善活動家。裏では、資産移転と人の消去を請け負う。影の仲介人だった。エスポジトは、末端に過ぎなかった。マンナーレもまた、駒の一つに過ぎなかった。真の黒幕は、まだ、日の光の中にいた。捜査は、28年分の沈黙を、1枚ずつ剥がしていった。被害者の女性が死んだ夜、彼女の周囲に何人の人間がいたのか、誰が扉を開け、誰が口を閉ざしたのか、真実は、ようやく、形を持ち始めていた。次の取り調べ室で、すべてが、動き出す。取り調べ室の扉が、静かに開いた。照明が白く、冷たく、室内を照らしていた。椅子に座る男の顔には、もはや表情がなかった。28年間、築き上げてきた仮面が、ついに剥がれ落ちた瞬間だった。マンナーレは、すべてを語り始めた。1994年の夜、彼の妻が息を引き取った。その場に誰がいたのか、誰が扉を開け、誰が沈黙を買ったのか、名前が、一つずつ、テーブルの上に並べられていった。捜査官たちは、メモを取る手を止めなかった。仲介人の名は、3カ国にわたる記録の中にうずもれていた。資産を動かし、人を消し、痕跡を塗り替えた男。表向きは、実業家だった。地域の名士として、慈善活動にも顔を出していた。だが、その裏では、逃亡者たちの命綱を握り続けていた。2026年6月、イタリア当局とアメリカ連邦捜査局の合同チームが、その男の事務所に踏み込んだ。押収された書類は、段ボール箱30箱を超えた。デジタル記録の中には、マンナーレ以外にも、複数の逃亡者の情報が含まれていた。ネットワークは、思っていたよりも、はるかに大きかった。被害者の娘は、この日、テレビの前で報道を見ていたという。30年近く待ち続けた答えが、画面の中に映し出された瞬間、彼女は何も言葉を発せなかった。ただ、静かに、涙が頬を伝った。正義は、遅れた。あまりにも、遅れすぎた。それでも、真実は、最後には形を持った。パレルモの地方裁判所は、2026年秋の改定を予定している。
マンナーレーの起訴状には、保険金詐取、殺人教唆、国際逃亡幇助の3つの罪状が記されている。仲介人への追加起訴も、時間の問題とされていた。捜査官の一人は、こう語った。我々が28年かけて追ったのは、一人の男ではなかった。沈黙そのものを追っていたのだ。事件は、公式には解決された。記録は閉じられ、ファイルは棚に収められた。だが、ある疑問だけは、まだ答えを持たない。仲介人の背後に、さらなる影はあったのか。沈黙の網は、本当に、すべて解かれたのか。物語の幕は下りた。ただ、その余韻だけが、静かに、残り続けている。次回、最終章、すべての点が、一本の線でつながる。事件は、幕を閉じた。記録は、棚の奥に収められた。だが、関わった者たちの、その後の物語は、静かに続いている。2026年6月現在、ブルックリンで逮捕されたロレンツォ・マリーノは、ニューヨーク州拘置所に収容され、イタリアへの身柄引き渡し手続きが進められている。パレルモ地方裁判所は、1994年の殺人及び保険金詐取の罪で、正式な起訴状を発行した。裁判の改定は、2026年秋が見込まれている。仲介ネットワークの中核を担った人物のうち、2名はすでに身柄を確保された。しかし、残る1名の行方は、未だつかめていない。捜査当局は、口を閉ざしている。被害者の娘、クラウディアは、現在ローマ郊外で暮らしている。彼女は28年間、母の死を事故だと信じて生きてきた。真実を知らされた夜、彼女はただ、窓の外を見つめていたという。涙も、言葉も、なかった。静寂だけが、部屋を満たしていた。あの夜から、28年、一人の男が隠し続けた沈黙は、やがて国境を越え、一つの網となった。その網を解いたのは、執念だったのか、それとも、時間だったのか。答えは、誰にもわからない。ただ一つ、確かなことがある。沈黙は、必ず、ほころびる。どれほど巧妙に張り巡らされた網も、どれほど深く埋めた真実も、いつか必ず、浮かび上がる日が来る。1994年、パレルモの路地で消えた一人の女性の声は、28年の時を経て、ようやく届いた。遅すぎた。という人もいるだろう。それでも、届いた。その事実だけが、静かに、この物語の最後に残っている。